どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらの無印良品の新作ポットがめちゃくちゃ良かったんで、こちらを紹介してみようと思います。こちら商品名は広口で洗いやすい保温保冷卓上ポットです。こちら 0.8 リットル入るものになってます。0.8 リットルと 1.3 リットルの2サイズあって、こちらは 0.8 リットルの方です。ちっちゃい方ですね。このマットブラックの上品な見た目の表面はサラサラとした質感でシンプルなデザインでとてもスタイリッシュなんで、卓上に置いた時の見た目もいいんですけど、中は真空二重構造になっているので保温保冷効果が非常に高い卓上ポットです。この保温保冷効果が良くて、僕は毎日2リットル以上の水を飲むようにしているんですけど、ここ最近ね、さすがに寒いので水のままではなくて50度から60度ぐらいの左右にして飲むことが多くなってきていたんですよね。で、左右ってこういう風にカップとかに入れておいたらもう数分もしたらね、冷めちゃうじゃないですか。結構ぬるくなっちゃうんですよ。で、これを温かいまま飲み続けたくて、こういったね、サーモスとかの真空断熱マグカップ、こういうものに注いで飲んでいたりしたんですけど、これだとね 300ml 弱ぐらいしか入らないですし、で蓋を閉めておかないと結局ね、しばらくしたら結構ぬるくなってきてしまうので、その都度電気ケトルとかでお湯を温めてまた注いでとかね、手間が結構かかっていたんですよね。それがこの無印良品の卓上ポットなら、これ 800ml の大容量なので、温かいまま置いておいてマグカップに注ぎながら大容量の白湯を飲めるようになりました。ちょうどこういうの探していた時に無印良品から新しく発売されたので、めちゃくちゃタイムリーだなと思って購入してみたんですけど、これね、本当に買ってよかったです。で、ここからはこの保温効果を実際に検証してお見せするのと、他にもこのポットのいいところたくさんありますので、そのあたりもね、紹介していこうと思います。はい、まずは保温効果を見ていきましょう。今回検証するのは60度のお湯 200ml が30分後に何度になるかっていうのを測ってみました。ちなみに部屋の温度は22度を維持しております。で、検証するのは4パターンで、耐熱ガラス製のマグカップと真空断熱マグカップの蓋を外した状態、そしてお湯を沸かしたての電気ケトル、こちらは蓋をしたままにします。そしてこの無印良品の卓上ポット、この4パターンのお湯が30分後にそれぞれ何度になっているかっていうのを見てみました。まず耐熱ガラス製マグカップですけども、30分後には 38.7 度まで下がっていました。特に保温効果がない普通のガラス製のマグカップなので、蓋もせずに置いておいたらこれぐらい下がりますね。続いて真空断熱マグカップ、こちらは30分後に 44.8 度になってました。耐熱ガラス製のマグカップよりは多少保温効果はありましたけど、蓋をしていないというのもありまして 44.8 度まで下がってしまっていました。続いて電気ケトル、こちらは蓋をした状態ですが30分後に 38.6 度になっていました。蓋をした状態ではありますけども、耐熱ガラス製マグカップとほぼ同じぐらいの温度まで下がってしまいましたね。で、最後に無印良品の卓上ポット、こちらは30分後に何度になっていたかというと 56.3 度でした。今回検証した4つの中で最も暖かく保温してくれていたのがやっぱりこの無印良品の卓上ポットでした。はい、こんな感じの結果になりました。ちなみにこの卓上ポット3時間後の温度を見てみたら、3時間後でも 46.3 度でした。やっぱり結構長い間保温してくれてますよね。あとこの卓上ポットに関してはもう一つ検証していて、沸騰させた100度のお湯を 800ml ギリギリまで入れて10時間後にどれぐらい温度が下がるかっていうのもね、見てみました。はい、こちらが10時間後の検証結果なんですけども、なんと10時間後でも64度を保っていました。このようにお湯がフルで入っていた方が長い間暖かく保ってくれてるという感じですね。はい、このように無印良品の卓上ポット、やっぱり保温力はめちゃくちゃ高いです。で、この保温性能以外にもいいところがたくさんあるので、こちらも紹介していきます。まず商品名にもある通り、口が広いのがね、やっぱりいいです。蓋を開けるとこれぐらいの口の広さなので、沸かしたお湯を注ぐ時もね、とても注ぎやすいです。蓋の開け閉めもしやすくて、噛み合わせも非常にいいのでスムーズに蓋が閉められます。お湯を注ぐ時もレバーを軽く押せば注げるので、この注ぐ時の利便性も非常に高いです。
で、水切れもいいですね。注ぎ口から滴ったりもしてなかったです。蓋はしっかり密閉されるので、もしこういう風にね倒してしまってもちゃんと蓋が閉まっていればこぼれたりもしませんでした。この辺りもね安全設計なのがいいですよね。あとこれ蓋を開けてコーヒーのドリッパーを乗せたらハンドドリップで直接ここにドリップしてもいいらしいんですけども、参考画像として載っていたのが無印良品のドリッパーだったんですよね。なのでうちは無印のドリッパーは持ってないんですけど、他社のドリッパーがね結構いろんなのがありますので、それぞれドリッパーのサイズが合うかっていうのも見てみました。でこれが検証結果なんですけども、こんな感じで各社のドリッパーを一通り載せてみましたが、うちにある全てのドリッパーに対応していました。一部乗るけども少し不安定になるのもあったりはしたんですけども、ちゃんと水平を保つように位置調整、微妙に位置調整して乗せれば完全に傾いてしまうとか、そういったこともなかったので、互換性にはほぼほぼ問題がないように見えました。僕はいつもいっぱいいっぱいドリップしているので使わないかもしれないんですけども、大量にコーヒーをいっぺんにドリップして2杯3杯とかね、まとめてドリップしたい方とかはここに直接ドリップするといつまでも温かくいただけるのでね、いいかもしれないですね。あとお手入れに関してですが、このようにね口が広いので内側はかなり洗いやすいです。手も入るぐらいの広さなのでスポンジとかで洗ったりすることもできます。ただこのね蓋部分ですね、蓋部分は分解して洗うことができるんですけども、分解しようとすると結構ねパーツも多くて複雑な作りなので、組み立て直しはね若干面倒かもしれないです。マニュアルを見ながら組み立てていけば問題なく組み立てられると思うんですけども、マニュアル見ずにね適当に組み立てようとするとうまくいかないこともあるかもしれません。ただねこの複雑な蓋の作りのおかげでしっかりと密閉されるので、ここは仕方ないかなといった感じですね。はい、そういったわけで今日は無印良品の新作、広口で洗いやすい保温保冷卓上ポットを紹介させていただきました。無印良品さんは相変わらず僕らの生活のね、こういったちょっとした課題を解決してくれますね。ちょっと前に2024年に購入してよかった無印良品の高評価アイテムもまとめて紹介していますので、気になる方ね、ぜひそちらの動画もご覧ください。この辺にリンク出しておきます。あと概要欄にもリンク貼っておきますので、無印良品の商品気になる方は見てみてください。はい、そんな感じでこのチャンネルでは無印良品のいい品もいろいろ紹介していますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。今日の動画は以上です。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。